もし別れ話をした相手があなたへの復讐を企てていたら、2011年7月11日、アメリカカリフォルニア州ガーデングローブマンションの一室では、とある夫婦が夕食を囲んでいました。美味しそうに湯気を昇らせる料理をテーブルに並べる妻のキャサリン・キュー。夫のグレンは黙々とそれを口に運びます。一見すると穏やかな夫婦の食卓ですが、実は2人は離婚協議中。ただ夫のグレンはその食事に妻の恨みが込められているなどとは知る由もありませんでした。数時間後、寝室で目を覚ましたグレンはすぐに異変を察しました。ベッドに縛り付けられた両手足、身動きの取れない彼を前に妻のキャサリンは叫びます。当然の報いよ。そして彼女は夫の性器を切断したのです。当然の報いと叫び、夫の性器を切断した妻。彼女はなぜ激しくそこまで夫を恨んだのか。妻の怒りの根底にあったのは、女としての敗北だったんです。おさつけんちゃんです。みやみやみこんな、最近私、もうみんなね、絶対一回は行ったことあるけど、最近よく行ってるのがね、バスキンロビンス。そのお風呂のやつ、入浴剤。違う。あなたも行ったことあるわよ、絶対。バスキンロビンスに行ったことあるの？バスキンロビンスにね。わかんないね、それ。サーティワンアイスクリームのこと。あ、そうなんだ。そう、サーティワンアイスクリームってよく見たら、バスキンロビンスで BR って書いて、B のここが3になって、R の縦線が1になって31って書いてあって、サーティワンアイスクリームってめちゃくちゃややこしいロゴなんだ。知らなかったわ。でも、日本だと、31っていう会社の名前にしてるの。なるほどね。でも、日本と台湾以外は全部バスキンロビンスなんだけど、要するに私はサーティワンアイスクリーム最近行ってるよってだけの話。何が好きなんですか？サーティワンの推しフレーバーってあるでしょ、私はね、今ね、マスクメロン。めちゃくちゃ美味しいんだけど、メロンって言ってるのにメロンの果汁は一切入ってない。何が入ってるの？アイスクリームになんか香りがつけてあるんだけど、それがすっごい美味しいからさ。あとダイナゴン小豆。食べてなかったら実際食べてみてみんな。今回はアメリカカリフォルニア州で起きた驚愕の事件をご紹介します。これ離婚協議中の夫婦間で起きた事件なんですけど、恨みを抱いた妻がなんと夫の性器を切り落としてしまうんです。ちょっと私のない股間がすごいヒヤッとしちゃったわよ。何、離婚しようとしてたってことは、もともとお金とかなんか子供の親権とかで言い争ってたってこと？いや、この事件は単なる夫婦間のいさかいではないんです。どのような時にね、男性としての象徴を奪ってやろうかってね、女性が思うのか、普通は思わないと思うんですけど、このあたり皆さんもちょっと犯人になりきって、ちょっとその心理をね、一緒に見ていければと思います。警察への一本の通報から発覚したこの事件、なんとその電話は妻からの通報によるものだったんです。縛り付けられた夫。2011年7月11日、アメリカカリフォルニア州の都市ガーデングローブ。夫が怪我をして血を流していると通報を受け、警察はとあるマンションの一室へ駆けつけました。応対した女性の名はキャサリン・キュー。夫が危険な状態にあるにもかかわらず、彼女は至って落ち着いた様子でこう話します。夫はあの中にいるわ。自業自得よ。キャサリンが指さした寝室へ警察が向かうと、そこにはベッドの四隅に手足を縛り付けられた男性の姿が。同時に警察は思わず青ざめました。なぜならその男性は性器を切断されていたから。妻です。妻のキャサリンにやられました。股間からおびただしい量の血を流しながら必死にそう訴えるその男性はキャサリンの夫のグレン。彼はすぐに病院へ緊急搬送されました。そして妻のキャサリンはその場で身柄を拘束されるのです。自分で通報してさ、その上で相手の自業自得だって言ってるしさ、全然悪いことをしたっていう認識がないわね。この冷静さがね、後で意味を持ってくる。そもそも2人はどんな夫婦だったのでしょうか。キャサリンとグレンは地元のスポーツジムで出会った中で、事件の約2年前に結婚。キャサリンは当時40代後半、夫グレンも50代後半で、2人には子供もいませんでした。その後の人生を共に過ごす相手が欲しい。2人の結婚はそうした意味合いのものだったのかもしれません。近隣住民はキャサリンとグレンを物静かなカップルと話しており、仲が悪そうな様子はありませんでした。しかし2人の結婚生活は長くは続かず、結婚から1年半後の2011年5月には、夫のグレンが夫婦間の問題を理由に離婚を申請。離婚手続きが進む中でも夫婦は同居を続けており、その冷え切った空気の中、突如として事件が起きたのです。周りから仲が悪そうには見えなかったって言われてたとしても、1年半で結局ね、離婚してるわけだから、合わなかったってことよね。にしてもちょっと性器を切るっていうのはやりすぎだとは思うんだけど、普通はそう思いますよね。キャサリンの言い分を聞くと、彼女がそこまで追い詰められたことにも理解ができる部分もあるとされてるんです。見えない傷跡。
裁判ではキャサリンの犯行について弁護人が次のように主張しました。犯行時、彼女は正常な判断ができない状態にありました。被告人には幼少期の性的暴行のトラウマがあります。それにもかかわらず、夫は無理な性行為を強要したんです。ベトナム戦争下で育ったキャサリンは、実の兄から性的暴行を受けるなど過酷な幼少期を過ごしたといいます。そのため、長らく深刻な PTSD とうつ病を抱えていたというのです。そうした妻の状況も顧みず、夫のグレンは性的不能の治療薬を常用していたこともあり、自身の興奮に任せて性行為を強要することがあったといいます。キャサリンが痛みを訴えているにもかかわらず、苦痛を伴う性行為を繰り返すグレン。彼は時に暴言を浴びせ手を挙げることも。それらの事情から弁護人はメディアのインタビューに対し次のように語ったのです。こんな事件はロレーナ・ボビット事件以来だ。この事件には目に見える以上の多くの背景があるのです。弁護士の話だから鵜呑みにはできないんだけど、ちょっとキャサリンには同情しちゃうわよ。いや、そうなんです。ロレーナ・ボビット事件という言葉出てきたんですが、実は同じような事件を起こしたんだけども、精神的苦痛がね、考慮されて、無罪になった女性がいるんです。というわけで本日のメトラキーワード、ロレーナ・ボビット事件について。ロレーナ・ボビット事件とは、1993年にアメリカ・バージニア州で発生した傷害事件。当時24歳のロレーナ・ボビットという女性が、就寝中の夫の性器を台所用ナイフで切断し、道路沿いの野原へ投げ捨てたという事件でした。この事件の裁判で弁護側は、ロレーナが夫から長年にわたる身体的、心理的、そして性的な暴行を受けており、深刻な PTSD を患っていたと主張。事件直前にも泥酔して帰宅した夫から性的暴行を受けており、一時的な心神喪失状態に陥ったとしたのです。結果、ロレーナは無罪判決に。今回のキャサリン・キューの事件に際しても同様の弁護が繰り広げられたのです。夫からの性的暴行に苦しみ、正常な判断力を失っての犯行。かつて無罪を勝ち取ったロレーナとキャサリンの事情は非常に似ているように思えました。しかし検察側の言い分は全く違っていたのです。犯行時、被告人は心神喪失状態ではありませんでした。これは計画的な犯行です。どういうこと？夫から乱暴されて犯行に及んだんじゃないの？実は犯行時のキャサリンの行動を見てみると、それとはまた別の動機が見えてくるんです。剥がれた仮面。事件当日の2011年7月11日の夜、キャサリンとグレンが暮らすマンションの一室からは2人が激しく怒鳴り合う声が響いていました。急に友達を止めるなんて明らかにおかしいわ。キャサリンはそう言って鬼の形相で夫のグレンを睨みつけます。きっかけはグレンのこの家に友人を止めるかもしれないという些細な一言。そうとだけ聞くと特に問題のある発言には思えませんが、キャサリンには友人というその言葉がごまかしに聞こえたのです。なぜなら彼女は夫のグレンが元恋人と連絡を取り合い、密かに関係を持っていることを知っていたから。そう、キャサリンはその家や夫のグレンの車の中にレコーダーを仕込み、行動を監視していたのです。夫グレンから離婚を迫られた際、キャサリンはその申し出をどうしても受け入れられませんでした。急に離婚を切り出したことには何か裏があるはず。そう考えた彼女はグレンの会話を盗聴し、探りを入れていたのです。これは確かにちょっと引っかかるわね。夫の言う友達っていう言葉がね、普段から不倫を疑ってないと想像もしないじゃん。夫に暴力を振るわれてね、嫌ってるっていうよりは、明らかにね、不倫されたことに対する怒りのように見えますよね。離婚を決めてからというもの、グレンはキャサリンからの夜の誘いをたびたび跳ねつけていました。自分のことを拒絶しておきながら元恋人とは密かに逢瀬を続ける夫。女として負けた。その屈辱に打ちのめされたキャサリンは、夫の友人を止めるという言葉を素直には受け止められませんでした。絶対に女を連れ込むつもりに決まってる。キャサリンはもはや怒りを抑えきれなくなっていました。口論の後、夫婦は険悪な空気のまま夕食を共にします。その顔に不満をあらわにしながらも、いつものようにテーブルに食事を並べるキャサリン。夫グレンが何気なく口へ運んだその食事には睡眠薬が混ぜられていました。午後9時頃、激しい眠気に襲われたグレンはそのままベッドへ倒れ込みます。そして夜遅く、薄暗い部屋の中、夫のグレンはふと意識を取り戻した。寝てしまってたか。視界がぼやける中、彼はおもむろに起き上がろうとするが、
なんだこれは。体を動かそうとした瞬間、夫のグレンは異変に気づいた。手も足も動かない。次の瞬間、グレンの視界に飛び込んできたのはナイロン製のロープで縛り付けられた自分の両手首だった。手首だけではない、両足もベッドのフレームに縛り付けられた彼は身動き一つ取れない状態だった。そしてグレンは気づいた。ベッドの傍らに冷たい目で見下ろす妻キャサリンが立っていることに。当然の報いよ、当然の報いよ、当然の報いよ。目を血走らせ狂ったように同じ言葉を繰り返すキャサリン。その手には刃渡り25センチの包丁が。よさやめてくれ。一瞬で状況を察したグレンは助けを求め叫ぶが、キャサリンはすでに彼の下着に手をかけ始めていた。そして下着をずらすとあらわになったそれを根元から切断した。犯行後、キャサリンは台所へ直行。切断した夫グレンの性器を生ゴミ粉砕機へ放り込みました。キャサリンにとってこれは単なる証拠隠滅ではなかったように思えます。グレンが二度と男として生きられないよう完膚なきまでに破壊する。その行動は結婚からわずか1年半で離婚を突きつけ、その間にも他の女と常時を重ねていた夫への復讐だったのでしょう。そして寝室に戻ったキャサリンはベッド上で痛みにもだえるグレンに向かい静かにこう言いました。私に手当てしてほしい。それとも911に電話する。この時のグレンにとってキャサリンに手当てされるなど恐怖以外の何者でもありませんでした。早く911へ電話してくれ。その後グレンは病院で手当てを受けたものの、切断された性器の再接合が不可能なことは言うまでもなかったのです。直近しておいてその直後にさ、手当てしてほしいとか聞くなんてもう怖すぎて正常じゃないわよ。普通なんか完全にざまあみろみたいなさ、そんな感情になるはずじゃない。まあこれちょっとちなみになんですけど、これ専門医によるとね、もしね、例えばケンちゃんがケンちゃんされちゃった場合、適切に保存してればそのケンちゃんはこのケンちゃんと再接合を24時間以内なら可能らしい。じゃあケンちゃんはちゃんと冷凍保存しといた方がいいってこと？まだくっついてる。まあしかしね、キャサリンは切断した後すぐにね、もう切り刻んでその可能性ゼロにしちゃったんです。キャサリンは夫からの性的暴行を理由に心神喪失で無罪を訴えていましたが、その主張は現場の証拠から覆されます。決定的だったのはキャサリンが夫グレンの動向を探るために家中に隠していたレコーダー。寝室のレコーダーには犯行時にキャサリンが叫んだ言葉がはっきりと記録されていたのです。さらにキャサリンが911に通報する直前、グレンのノートパソコンを破壊していたことも判明。検察は次のように断じました。心神喪失の人間が証拠を隠滅しようと考えるはずがありません。パソコンを壊したのは後で調べられれば困るという冷静な判断に基づいた行動です。このほか睡眠薬の事前入手やロープによる拘束など、キャサリンの犯行には計画性を示す証拠が軒を連ねていました。一方で弁護側が主張したグレンによる性的暴行については客観的証拠が一切なく、検察は証拠のない言い逃れと糾弾。この事件の本質はロレーナ・ボビット事件のような虐待への抵抗ではなく、純粋な嫉妬と復讐心によるもの。元恋人と密かに関係を続けながら離婚を突きつけた夫に対し、キャサリンは男としての象徴を奪うことで報復しようとした。検察側のその主張は全面的に認められ、2013年6月28日、キャサリンは拷問罪及び過重身体損壊罪で最低7年、仮釈放なしの終身刑に。彼女の幼少期のトラウマは否定こそされなかったものの、犯行時の責任能力を奪うほどのものではなかった。司法はそう判断したのです。だから最初の通報の時からなんかキャサリンがすっごい落ち着き払ってたっていうのは全部計算のうちだったからってことなのね。いや本当にそうなんですよ。あの冷静さっていうのは計画的犯行っていうのを物語っていたんです。まあただ犯行自体はやりすぎだとしても、夫が他の女性とね浮気とかねしてて離婚をねその上で切り出してきたっていう屈辱はまあ本当にあるじゃないですか。皆さんもこのキャサリンに対してどれだけ同情できるかっていうのもね、コメント欄でぜひね教えていただければと思います。事件は終結したものの、被害者グレンにとってその後の人生は過酷なものとなりました。彼は手術によって排尿する機能の確保こそできましたが、性的な能力は一切失うことに。グレンは法廷でこう証言しています。彼女はあの夜私を殺したも同然だ。一度は愛した女性に恨まれ、男性としてのアイデンティティを奪われてしまったグレン。不倫をした落ち度はあったのかもしれませんが、代償とするにはその傷はあまりに深すぎました。事件以来グレンは人間不信に陥り、その苦しみは今も続いているのです。1993年のロレーナ・ボビットの犯行は衝動的、そして今回のキャサリンの犯行は計画的。同じように夫の性器を切断した2人の女性に司法は異なる判断を下しました。追い詰められた末の犯行だったのか、自身の怒りを正当化しての犯行だったのか、
その違いが2つの事件を大きく分けたのです。キャサリンが感じていた裏切られた怒りや屈辱そのものは理解できると感じる人もいるでしょう。しかし傷つけられたからといって相手の体や人生まで奪っていいわけではありません。自分は被害者だという思いが強くなった時、人はどこまで残酷になれるのか。この事件は私たちにその危うさを突きつけているように思います。あなたはキャサリンの怒りをどこまで理解できますか？彼女に少しでも同情できると感じるでしょうか？